皆様こんにちは、えきょうです。今回は暑い夏でもさっぱりといただけるごまだれそうめんを作っていきたいと思います。最近では暑い夏ですので、皆様夏バテいかがでしょう。はっきり言いまして現在私ですけど夏バテ中でございます。ですが夏バテだからといって食事をしない、そう言ってしまうと余計に体が悪くなっていって、そういった方のためにもさっぱりとしてしかも栄養が満点、また作る過程も簡単にした冷やしごまだれそうめん作っていきたいなと思います。食事というものはやはり体に良い薬となります。そのためどんだけ食欲がなくても何かしら栄養のあるものをとっていただければなと思います。それでは今回は暑い夏を乗り切るための一品ご紹介いたします。使う材料はトマト、大葉、きゅうり、そしてそうめん、調味料で豆乳と本みりん、生姜、練りごま、そして穀物酢、こちらは好きな酢をお使いください。米酢でも大丈夫です。こちらをご用意いたします。それでは早速下処理の方入っていきましょう。トマト、半分に切っていきます。ちょっと包丁研がなきゃいけませんね。これくらいのサイズに切ってあげてください。このような感じです。続きましてきゅうり半分だけでいいです。あと上の硬いとこを落としてあげて、あとはだいたいトマトと同じ大きさに切ってあげます。このような感じでだいたい同じ高さ幅で切ってあげてください。そしたら大葉の硬いところを食べてもいいですけれど、ちょっと硬いですので落としてあげます。こちらは手で切っていただいてもいいですが、せっかくですのでもう包丁でこのまま切っちゃいます。はい、完成です。では続いて調味料の方合わせていきたいと思います。豆乳 100ml、 お酢小さじ1杯、本みりん小さじ1杯で、先ほど紹介し忘れましたが醤油、これ小さじ2杯、そして練りごま、こちらがもしなければすりごまでも大丈夫です。だいたい小さじ1杯ぐらい。そしてお好みで生姜入れてください。こちらもお好みで好きな量で大丈夫です。あとはこちら混ぜ合わせてあげます。つけだれの完成です。はい、すべての材料が揃いましたので盛り付けていきたいと思います。そうめんに関してはちょっと動画撮れておりませんでしたので、もう出来上がってますけどいいですよね、茹でるだけです。はい、そして今回夏バテということで盛り付けもう適当です。好きなように持ってあげてください。で今回使った食材トマト、きゅうり、大葉ですけれど、これ使ったってことはあれです、火使わないっていうのが一番ですかね。で最後かけてあげて完成です。
ということでサクッと出来上がりましたのでいただいていきたいなと思います。私もですね、現在夏バテ影響ですのでちょっとねうまく食レポできないのかなと思いますが、そこは皆様ご了承ください。それではいただいていきたいなと思います。いただきます。美味しい。美味しい。結局一緒ですけど美味しいです。美味しいとしか言えないのかな。ちょっと薄いかな。食欲なくてもこれなら食べていけるなっていう味ですね。こうやって動画撮ってる身としてこんなこと言っていいのかよくわかんないですけど、ちょっと皆様にも夏バテした時にしっかりと食事は取らなきゃなという際はこれちょっと作ってみてはいかがかなと思います。はい。今ちょっと調味料で豆乳と何でしたっけ、ちょっとあんまり頭も回ってないですけど、豆乳と、練りごまと生姜の風味ちょっと結構ありますね。練りごまと豆乳とみりん、醤油、いろいろ入れてますけど、そこら辺の調整は皆様の味付け次第でよろしいかなとも思ったりしますが、何とも言えないです。ただ本当にさっぱりいきたい、スルスルって入っていくというのをちょっと感じてみたいなと。どんだけ体調悪くても多分これいける。おかゆよりも食べやすいかなと思うぐらいさっぱりしてますので、味が濃いとかそういうのも一切ございません。くどいとも一切ございません。わかんないですけど入っていきます。わかんないですわかんないですけど入っていきます。そして火使うのはそうめんだけ。そうめん湯がくのみ。だいたい1分ぐらいですよね、そうめん湯がくの。それ以外は特にもう適当にきゅうりトマト切って大葉切って何でもいいですよ。もしそうめん湯がくときに一緒にオクラも湯がいちゃおう、ナスも湯がいちゃおうってことでしたらそういった食材を入れてもよろしいですし、今回はなるべく火を使うのを避けようというあれでやりましたので、そうめんのみ。これうどんでもいいと思います。ご飯はちょっと違いますね。そうめんのみでいいと思います。はい、ちょっとそういった感じですね。皆様も夏バテちょっと先にこれだけいただきます。すいません、さっきからペトペトやっちゃいまして。悪くないはい。ちょっと画書ですとかそういうのはちょっと今回はないかも。ないって言ったら美味しいのでいいんですけど、めちゃうまっていうわけではないです。正直今日は注意喚起も含めての夏バテした際はしっかりと食事ご飯をいただいてくださいという意味も込めての動画です。この後ショート動画でもいくつか夏バテ用の対策としての精進料理の動画を上げておりますので、ぜひそちらの方も見ていただければなと思います。そしてですね、私がこうやって精進料理をいくつか出しておりますけど、その私が言うのもあれかなと思いますが、しっかりと肉や魚食べてください。肉とか魚の方が正直言って栄養価は高いかなと思います。無理してね、精進料理というものは肉や魚以外のもの、野菜や豆やきのこ、そういった食材の力で、体を整えるという意味もございますけれど、やっぱ夏バテがひどくなってきますとそういったことも言ってられなくなってきます。どうしてもやっぱり免疫力が落ちてしまう可能性もあります。ですのでバランスよく肉や魚というものをしっかりといただいて、
でその中で1日ちょっと精進料理として摂取をしないもの、五訓を使わないものっていう日を作ってあげてください。ご自身の体とちゃんと向き合う、それもまた一つの精進でございます。それではですね、皆様暑い夏乗り切るために頑張っていきましょう。水分補給しっかりととってください。また電気代などをケチってエアコンなどを使わない、そういうのはあまりよろしくないです。倒れてからでは遅いです。自分では大丈夫だなと思っていても体はどうでしょう。思ったより体には悲鳴が上げてる可能性があります。必ず自分の体、心と向き合う、そして日々の体調管理をしっかりとしてください。それでは本日の料理動画を終了といたします。それでは皆様の健康を願って合唱いたします。チャンネル登録、高評価、もしよろしければお願いいたします。以上でした。